どうもどうも、皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さあ、本日は久しぶりの YouTube 撮影になるんですけれども、この間ですね、数多くの相談者の方から、X の DM や LINE サポートの方では対応しておりました。その中でも、やっぱりね、最も相談が多かったのは、最新の iOS18.4 に関する相談が非常に多くあったので、今回のこの動画では、そういった相談件数が最も多かったもの、合計10個皆さんにご紹介させていただいて、それぞれのね、対処方法なども合わせて今回この動画で解説していきたいなと思っております。まずはね、この動画を見ていただいて、細かいね、皆さんの iPhone の設定状況によっては、対処方法などがね、ちょっと違ったりもしますので、あくまで基本的な対処方法だけをお伝えさせていただこうかなと。それをやってもね、もしダメだった場合は、X の DM 相談とかね、LINE サポートを一旦ね、活用していただくっていうのもありますので、それらの URL は、この動画下の概要欄の方に載せておきます。そこからね、メッセージを送っていただければ、僕の方から対応していただきますので、そのあたりをね、一度ちょっと検討してみてください。それでは、スタート。はい。ではですね、今現在、最新の iOS っていうのは、先ほども言ったように iOS18.4 になるんですけれども、まだね、この最新の18.4にアップデートしていない方は、一旦ね、ちょっと待っていただいてもいいのかなと思います。この最新のアップデートが、リリースされてから、もうおそらくね、2、3週間経ってると思うんですけれども、まだアップデートしていない方はちょっと待っていただいて、おそらく4月の第3週あたり、4週あたりにですね、18.4.1 っていうのがね、リリースされるんじゃないかなと思っておりますので、特にね、最新にしなくても iPhone は普通に使えますので、ちょっとね、様子見てみるのもいいかもしれません。ただね、もう最新にしてしまったよっていう方で、今回僕がこの動画でお伝えするね、10個の項目に当てはまっているのであれば、あくまでちょっと基本的な対処方法だけをお伝えしますけれども、一旦それをやっていただいて、もしそれでも改善しなければ、先ほども言ったように、相談に来ていただければいいんじゃないかなと思います。ではですね、まず一つ目なんですけれども、これはですね、この 18.4 がっていうわけではなくて、最近で言うと、アップデートするたんびにですね、この通知が来ないというね、相談が非常に多くあります。例えば、メールの通知とかね、Gmail のアプリとか、あと X のね、通知であったり、様々なアプリのね、通知を受け取っている設定にされている方で、今までは来てたのに来なくなったっていう方が非常に多いんじゃないかなと思います。ただこれはですね、アプリによってちょっとね、確認するとこ細かいところはあるんですが、今現状ね、やっぱり最も多く相談に来るのが、メールの通知、そして LINE、Instagram、X とかですね、そういったアプリの通知が突然来なくなったっていう方はですね、一旦ですね、該当するアプリを iPhone 上から削除していただいて、でもう一度サインインストールしてみてください。ほぼね、これで改善するんじゃないかなと思っておりますので、今言ったね、アプリに該当する方、通知問題をね、抱えている方は、その皆さんが使っている該当するね、アプリの削除、そしてサインインストールをやってみてください。まずこれが一つ目。そして二つ目は、これ Bluetooth 接続ですね。で、これは、いろんなものを皆さんね、イヤホンであったりだとか、カープレイであったりだとか、いろんなこの Bluetooth の接続が突然できなくなったっていう相談も非常に多くあります。ただこれは接続している機器によって確認していただくポイントがちょっと違ったりもするんですけれども、まずは基本的なところとしては、その該当の機器と、iPhone 側の Bluetooth の設定、これを一旦ね、リセット、削除していただいて、もう一度ね、初めて買った時、接続した時と同じような設定を一旦やり直してみてください。特にね、この CarPlay のね、この接続に関しては、この、いわゆるカーナビゲーション、カーナビの方の設定がまだね、この iOS18.4 に追いついていないっていう可能性もあるんですけれども、まずはね、この Bluetooth の再設定をやってみてください。どちらか片方だけで対処するんではなくて、一旦両方ともリセットしていただいて、もう一度接続し直すっていうことをやってみてください。それでももし改善しないということであれば相談に来てください。そして3つ目。これも非常に多いんですけれども、Wi-Fi 接続。で、これは症状にもよります。もう全く接続できなくなったっていう方もいらっしゃれば、なんか速度が遅くなったような気がするとかですね。あとは切断されてしまうとか、いろんな症状によって相談のパターンが違うんですけれども、全く接続しなくなったっていうのは、ちょっとね、原因がね、はっきりしやすいのかなと思うんですけれども、
速度が遅くなったとか、なんかこう途中で切れるとかですね、そういった曖昧な症状の場合は、一旦ですね、Wi-Fi ルーターの方を再起動してみてください。そして Wi-Fi ルーターにこうファームウェアのアップデートとかもし来てるんであれば、それをアップデートしてみてください。でその上で僕が必ず確認するのが、使っている Wi-Fi がどれぐらい使っているか。これはですね、ここ近年ですね、やっぱりセキュリティの強度がこう厳しくなっておりますので、もう5年以上、もう5、6年以上古い Wi-Fi ルーターであれば、買い替えてもいいのかなと思います。そこで皆さんがね、こうイメージするとしたら、家族みんなが使えているので自分だけが使えないとか、そういう方もいらっしゃると思うんですけれども、例えば皆さん iPhone がね、いろいろなモデル、例えばAndroid の方もいると思うんですけれども、ルーターが原因っていうのが一番こう多い症状になります。ただ、全く接続しなくなったっていう場合は、この iPhone 側の、いわゆる内部のところでね、故障してしまっている可能性もありますので、Wi-Fi 接続に関しては、できればね、個別相談に来ていただいた方が、より具体的に僕もね、こうアドバイスできるんじゃないかなと思っておりますので、Wi-Fi のこう問題を抱えている方は、そちらもちょっと一旦検討してみてください。それでもちょっと心配だなっていう方は、この1個前の動画でね、iPhone 診断のね、動画もありますので、ご自身でね、こう iPhone 診断していただければ、こう iPhone 本体にね、こう問題があるかどうかも確認できますので、一旦ご自身で iPhone 診断とかもやってみてください。それが3つ目ですかね。そして次が4つ目。これも非常に多いです。これもiOS18.4 だからっていうわけではなくて、バッテリーの消費がね、著しく激しくなったとか、いわば丸1日持ってたものが、2回、3回と充電しないといけなくなったとかですね。そういった相談も非常に多くあります。ここは、Apple の一応公式の発表では、アップデート後に関しては、約ね、最大48時間は、このバッテリーの消費が、早くなる傾向にあると。この理由としては、そのアップデートしたことによって iPhone 本体最適化が始まりますので、皆さんが使っている iPhone のデータ量とかね、そういったことも加味すると、一旦ね、約48時間ぐらいは様子見てくださいっていうふうに言われております。ただね、実際に僕のところにこう相談に来られる方っていうのは、2日経っても1週間経ってもやっぱりバッテリーの消費がおかしいという方が非常に今回は多くあります。ただこれは、確かなね、リソースはないんですけれども、バッテリーの今回消費に関しては、Apple 側の方でも、認識しているんではないかとも言われております。でそこに関しては次回のね、18.4.1 で、ある程度修正版が出るんではないかとも言われておりますので、ここはね、この何かこうアプリがおかしいとか iPhone 本体がおかしいとかね、例えば Apple サポートに連絡しても、次のアップデートまで待ってくださいというふうに言われる可能性のがちょっと高いのかなと思っておりますので、一旦はね、このバッテリーに関してはちょっと様子を見てみましょう。例えばバッテリーのね、最大容量を 80% までにするとか、消費の方をね、節電するとかですね、そのような設定変更していただいて、ちょっとね、寿命を長く持たせるような設定変更も一旦検討してみてください。それが4つ目です。そして5つ目。これも非常に多かったです。サファリのアプリで、いろいろね、こうネットとかね、閲覧している方で、ブックマークとかね、そういったリストがね、消えてしまったっていう方も何名かいらっしゃいました。で、これは様々なパターンがあると思います。同じ機種で、例えば iOS のアップデートしたときに、サファリから、いわゆるブックマークが消えたっていう方もいらっしゃれば、機種変更してアップデートしたら消えたっていう方も、いろんなこう経路はあるんですけれども、最終的にはこうブックマークが表示されなくなったっていう方が、数名ほどいらっしゃいました。で、ここに関しては全て解決済みにはなったんですけれども、このサファリのですね、iCloud の同期を一旦オフにしていただいて、再度ね、ちょっと待っていただいて、オンにしていただくと、すぐにね、表示されるようになったっていう報告が来ておりますので、もしね、このサファリのブックマークが消えたっていう方は、一旦ですね、iCloud のサファリの項目のオンオフ、同期のオンオフをやってみてください。もしそれでも改善しないということであれば、相談に来てみてください。これが5つ目。そして次が6つ目。6つ目はですね、実際にもう公開されてると思うんですけれども、楽天アプリとか、アプリのクラッシュ、いわゆる落ちてしまうとかですね、表示はできるんですけれども、スクロールすると下の部分が表示されないとか、アプリに対して、皆さんが使っているアプリに対して、何かおかしい症状が出ているっていう報告もたくさん来ております。ここに関しては、ほとんどがアプリ側の、いわゆるアップデート待ちっていうことが、非常に多くなるのかなと思います。例えば楽天であったりだとか、実際に僕も、例えば YouTube のアプリ、
これはまあ一部のユーザーで発生しているようなんですけれども、スクロールすると下のね、普段であれば表示されるんですけれども、そこが表示されないっていう風にね、僕もこれはなったんですけれども、ただまあアプリ側のアップデートが入ったことによって、そこはね、僕の方は対処、改善できておりますので、もしそのようなね、このアプリの表示がおかしいという方であれば、ちょっとね、このアプリ側のアップデートを待っていただくしかないのかなと思います。ただ、このアプリがクラッシュして落ちてしまうとか、一旦ね、そういった問題が発生している方であれば、そのアプリ自体が OS、最新の OS に対応しているかどうか、そのあたりを確認していただくのが一番ベストなんじゃないかなと思います。あとはストレージの容量がいっぱいいっぱいになっているとか、iPhone に負荷がかかりまくっているとか、いろんなね、原因は考えられるんですけれども、一番、原因になるというのは、やっぱりアプリのアップデートを待っていただいた方がいいのかなと思います。そして次が7つ目。7つ目はですね、このファミリー共有の機能が突然できなくなったっていう相談も、何件か来ておりました。ただね、このファミリー共有の設定というのは、ほとんどがね、家族間といいますか、お母さんがお子さんの管理、位置情報であったり、アプリの制限、ダウンロードの制限、スクリーンタイム、どれぐらい iPhone 使ってるかとかですね。いろんなね、この確認するために、このファミリー共有の設定を組まれているかと思います。で、相談に来ている、症状としても、結構ね、バラバラです。位置情報が確認できないとかね。その辺はバラバラなんですけれども、一旦この動画では、このファミリー共有の機能ができなくなったっていう一括りでね、ちょっと解説させていただくと、できればですね、皆さんの設定状況を僕も一緒に確認をさせていただいた上で、アドバイスさせていただくのが一番ベストなんですが、ただ同じ、必ずここは確認してくださいっていうところ一つだけお伝えしておきます。それは iOS が統一されているかどうかですね。例えばお母さんの方が最新の iOS18.4 にもアップデートしているってなった場合は、お子さんの方もしているかどうかっていうのを確認してみてください。これはね、結構昔と言いますかね、過去にも同様の問題があった時があって、この iOS がバラバラだった場合、ファミリー共有のね、機能が一部使えないっていう時もありました。なので、もし機能が使えないっていう方はですね、お子さん側が最新になっているかどうかっていうのを確認してください。これ逆もそうです。勝手にね、お子さんの iPhone がね、もう自動アップデートで最新になっている場合は、お母さんの方が最新になっているかどうかっていうのを確認してみてください。一旦はね、そこの確認をしていただいて、もし解決できないということであれば、個別相談も検討してみてください。これが7つ目。そして8番目。これはね、僕も今なってるんですけれども、皆さんどうですか？Siri 誤作動結構起きませんか？この最新のね、18.4 になってから、Apple Intelligence が入ってきて、いろいろね、新しい機能が日本語対応になって使えるようにはなっているんですが、皆さんね、iPhone で Siri やりますよね。ホイ Siri とかね、設定組まれているかと思いますが、自分の声で反応するように設定しているはずなんですが、例えばテレビの声であったりだとか、他人の声で Siri が反応するっていうこと起きていませんかね。結構僕の iPhone ね、テレビとかね、パソコンを使っている時の、例えば YouTube の動画とかで、Siri の反応結構するんですよね。で特に、全く関係ない話なんですけれども、この間のフジテレビの会見だったかな、第三者委員会の、会見をですね、たまたま僕を YouTube で見てたんですよ。そしたら、ある一定のこの言葉で、必ずSiri が起動するっていうのがあってですね、それはもう自分の声じゃないんですよ。YouTube のこの動画のね、第三者委員会の弁護士さんだったかな。その方の声なんですけれども、それに必ず 100% 反応するっていうのがあって、それ以外でも Siri の誤作動っていうのは結構多くあってですね、今現在この Siri の誤作動っていうのは、周りでも結構あるのかなと。相談件数も Siri の誤作動っていうのは結構ありますので、皆さんどうですかね。でこの場合は、一旦僕もその Siri の設定を一旦リセットして、もう一度ね、Siri の再設定をやってみたんですけれども、ここに関しては僕も改善しておりません。おそらくこれは18.4 のバグなのか、何かしらApple 側での問題というかね、その辺が入ってるんじゃないかなと思っておりますので、ただ普段使いにはね、そこまでSiri をね、使っているわけではないので、iPhone で Siri、ホイ Siri じゃないですけれども、その設定自体も今はオフにして、今僕は使っております。ここに関しては次回のアップデートで改善するのかなっていう感じなので、もしね、Siri で不具合発生している方はオフにしてみましょう。これが8番目。そして9番目。これはアップグレードがそもそもできないっていう方も結構来ておりました。で、今回のこの 18.4 のアップデートに関しては結構ね、容量が大きいので、
iPhone 自体のストレージ容量をね、結構圧迫します。で、そもそもストレージ容量が空いていないっていう方も中にはいらっしゃいますし、例えばね、Wi-Fi でやっていないとかですね、それぞれいろんなパターンがあるんで、できればね、アップデートする際は iPhone に十分な容量があるかどうかの確認、そして Wi-Fi 接続、安定した Wi-Fi ですね。それでやっていただければいいんじゃないかなと思います。ポケット Wi-Fi とかではやらない方がいいです。ただ、もう今現在ね、もうアップデート中でなかなかもう全く進まないという方とかね、いらっしゃれば、もうそこはもう強制再起動をやっていただくか、もう最悪なケースとしては、リカバリーモードに入れて初期化して、もう一回 iPhone の再設定をやっていただくとか、いろんなパターンがありますので、すでにこの問題が発生している方はですね、できれば個別相談の方がいいのかなと。iPhone がね、分鎮化してしまうと、もうどうすることもできないというパターンもね、結構ありますので、ただアップデートしていない方は、容量の確認とかね、あとはネットワーク、安定したネットワークを確保した上でやっていただければいいんじゃないかなと思います。そして次がラスト、10番目になります。ここまでお付き合いしていただいてありがとうございます。10番目はですね、iPhone のキーボード入力、絵文字が表示されないとかですね、あとはキーボード入力したいタイミングで、このキーボードがね、下からぴょこっと出てくると思うんですけれども、それが出てこないと。一旦閉じて、もう一回同じ画面に行くと表示されるとか、様々な症状が出ているかと思います。で、ここに関しては iPhone の設定をリセット、またはキーボードのリセット、もしくは、例えば外部、サードパーティー、一番多いのはしめじアプリかな。しめじアプリ等で使われている方は、しめじアプリが、いわゆる悪さしている可能性もあります。ただ、僕のところに相談に来ている方の約半分がしめじアプリで問題。もう半分が標準のキーボードが立ち上がらないという方が数多くいらっしゃいましたので、しめじアプリだけが原因ではないのかなと思います。両方の可能性もあるんですけれどもね、アプリ側が対応していないとか。これは一旦 iPhone の全ての設定をリセットしていただくか、もしくはキーボード側の設定のリセットをしていただくことによって、一旦はね、改善できるんではないかなと思います。ただ、絵文字の表示がうまくいかないとかね、入力が、いわゆる誤入力になってしまうとか、この辺に関しては僕はiOS のバグなんじゃないかなと思っておりますが、ただ皆さんの症状を聞かせていただくと、結構皆さんバラバラなので、例えば不具合ってなってくると、ある程度統一した問題が出てくるんですけれども、ここはね、ちょっとバグの可能性もありますが、リセット等で改善できる可能性もありますし、しめじアプリを一旦外していただくとか、そのあたりの対処方法をやっていただいて、もしそれでも改善しないということであれば、一旦ね、僕の方に連絡をいただければなと思います。その情報をいただいてですね、そこに統一性のものがあるのかどうかっていうのを、一旦僕の方でも調査をさせていただいて、皆さんにね、この方法で改善しましたよっていう結果が出れば、X 等でね、皆さんに公開させていただきたいなと思います。なので、キーボードに関しては、リセット等を一旦やってみてください。しめじアプリを使っている方は、一旦外してみてください。はい。では、今回の動画では、最新の iOS18.4 に関する不具合情報と、基本的なね、対処方法などを、全部でね、10個ほど一気にご紹介させていただきました。動画の冒頭でも言ったように、たまたまね、この動画を見ていただいて、まだ最新にしていない方であれば、一旦様子見でもいいんじゃないかなと思います。4月第3、4週あたりには 18.4.1 がね、出るんじゃないかとも言われておりますので、そこまで待っていただくのもいいのかなと思います。ただすでにね、してしまっている方であれば、今回のね、この10個の項目であればね、一旦基本的なところを確認していただくか、今回この動画で言ってないところの不具合がもし発生しているのであれば、個別相談等も検討してみてください。これ以外にもね、ちょっと細かいところの不具合相談というのは結構来てるんですよね、今回。一つだけ例を挙げると、例えば仕事で iPhone 使っていて、会社の独自ドメインのね、メールの通知だけが来ない、受信しないとか、VPN 接続自体ができないとか、結構ね、特殊なケースの使い方をされている方でも、この 18.4 で不具合を発生している方っていうのも何名かいらっしゃいました。今回この動画ではね、ちょっと紹介しておりませんが、この10個の項目に当てはまっていなくて、何かしら不具合抱えている方がいらっしゃればね、X の DM または LINE サポートを活用してみてください。では今回も動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまた。